はい、どうもいきなりなぎこさん実装来ましたねとこの手です。その手だぜ。みんなのアイドル、ついなちゃん。あれ、こんなボイスあったっけ？考えるんやない。感じるんや。おう。実は北声という音声素材集が発売されてたので、購入して使ってみました。うちの表現の幅が広がるね。より YouTube よりのボイスになったのでありがたいですね。さて、気を取り直して今回はなぎこさんこと、清少納言が実装されたので使っていこうと思います。いきなりの実装でびっくりしたよな。ほな、始めるでもし、この動画が面白いやためになると思ったら、チャンネル登録張り切っていこうぜ、ちゃましゅはい、ではなぎこさんはどんなサバかというと、カメラいっぱい撮ってる。かなり世俗に染まってるな。それは置いておいて、モーション高段系の高火力サバとなってます。前に実装された水着ジャンルも高段サバだったよな。なんだとめちゃくちゃ火力出るじゃねえか。それがこのサーバントの特徴なんですよ。まあ、味方の攻撃がはみ出してそれなのあるけどね。細かい解説の前に全体的な使ってみた感想を言うと、火力出てたのし。高段サバで遠距離のみなのでシューター特有の弱点がありますが、水着ジャンルみたいにアーツとクイックがサーチがなく、素直なシューターなので扱いやすい印象ですね。悪く言えばそこまで尖ったモーションではないわけか。まあ、なぎこさんは、バッターにチャージはあるけどね。水着ジャンルはクイックが異常に速いのが特徴で、一方、なぎこさんは平均以上のモーションで、このインフレ環境の中ちょっと控えめだなと思ったのですが、確かにシューターは不遇なところがあるか。使ってみたら火力出て高速で手のひら返ししました。タイム更新や。なんて切り替えの速さ。いやー、火力があれば強いモーションなくても戦えますわ。というか見た感じクイックは速くて使い勝手良さそうだけどな。水着ジャンルのクイックが速すぎるんですよ。となると、火力アーチャーといったらイッタルのイメージがあるな。イッタルと差別化できるところは遠距離のリーチの差ですね。なぎこさんは遠距離のリーチがかなり長いのでカットがしやすいです。ただ、近距離攻撃がないので攻められると厳しくそこはイッタルに軍配が上がりますね。と他のサバと比較しましたが他とは違う性能がありまして、というと、無料再生100%。マジか、環境にいるやりたまもやファントムなどの魅了が効かないのは強いな。と言っても防げるのは魅了のみで採血やスタンは受けます。ですが特定の行動不能スキルを防げるのはでかいですね。強化解除耐性レースをつければ、ファントムのスキルに怖くないね。ということでここからは細かくスキルを見てみましょう。まずは1スキ。味方全体の攻撃力をアップ30秒&一定時間ごとに NP 獲得と HP 回復状態を付与10秒ごと3回です。攻撃の倍率は 20% で NP は10秒ごとに5%固定、HP 回復は1000だぜ。高水準のカリスマバフと NP と回復を配れるのはいいですね。10秒ごとに NP 獲得があるから早めに使っておきたいな。どれもあって嬉しい効果だね。お次に2スキ。自身に回避時の魔力消費霊状態を付与&クリティカル威力をアップ3回30秒です。このサーバントの目玉スキルですね。30秒だけとはいえ回数回避3回あるのか。みんなお疲れちゃん。そして攻撃1セット振れば1回とカウントされる回数制クリティカルバフ。倍率は 30% とおまけとしてはいい効果だな。ただ、ガードされても消費されるのでちょっとこの仕様はいかがなものかなと。この回数制のクリティカルバフはすぐなくなるからな。まあ、1スキの回復と合わせて回数回避があるので結構持久力あると思います。回数回避があると、カット合戦しやすいね。なのでシューター入門にいいサバではないかなと思いますね。お次に3スキ。自身のクイックカード性能をアップ30秒&NP を増やすプラススターを獲得。倍率はクイックが 30% で NP 獲得が 10%、星出しが20個だな。1、2スキと合わせて攻撃バフ 20%、クリティカルバフ 30%、クイック 30% と3種類のバフで火力取れます。一つ一つは控えめだけどね。そしてシューターにしては珍しく星出しがあるので、開幕星出してからバフ持って初手から火力出せます。初手から遠距離で火力出せるから開幕から安定して動けるな。そして1スキの味方全体の NP 獲得と合わせて自身の NP 獲得ができるので、ホールが打ちやすくなるのもいいですね。ポーズも打ちやすくなるのは嬉しいね。スキル全体で見てみると3種類のバフが30秒あって火力を出せて、耐久面はリゼネと回数回避で耐久できます。攻防一体だね。そして NP も負けるのでホールも打ちやすくなるという高水準のスキル。スキルだけ見るとかなり優秀だな。スポーツ。春はあけぼの、夏は夜。鍋てこの世は糸お菓子。塗りつぶせ枕の装置。エモーショナルエンジンウルトライブ。お次にモーション。
第1、2サイリンと第3サイリンでモーションが違いますね。では1、2サイリンのクイックから。傘みたいなの蹴り出す素早い攻撃です。初手はこれ安定ですね。3匹がクリティカルバフだから相性いいな。クイック1はかなり優秀ですね。お次にクイック2。物をいっぱい投げる若干長い攻撃です。ですが割と方向を合わせてくれるので回避されても当たったりしますね。クイック安定っぽいね。お次にアーツ。蹴鞠を蹴って攻撃しますがクイックよりは発生が遅いです。まあ、スキルに NP 獲得もあるから少し混ぜれば自然と溜まっていきそうだな。お次にバスター。バスターにしては早く、バスター2がサーチ攻撃です。これは使うのか？バスターそんなに振らないのでバスター2にサーチあってもなと。あと EX 攻撃はサーチです。使った印象としてはクイックが高水準ですね。お次は今使ってる第3サイリンのクイック1から。扇みたいなのを飛ばす攻撃でこれも発生は早いですが、気持ち第1、2サイリンの方が早い気がしますが、多分変わらないと思うよ。クイックには第1、2サイリンと一緒のモーションで割と方向補正してくれそう。まあ、本クイック安定だと思います。お次にアーチ。クイックよりは遅いモーションで NP 貯める目的に挟んだりする感じです。お次にバスター。これが第1、2サイリンとの違いでバスター1、2両方がサーチ攻撃です。バスター1がサーチになったがどういう影響があるんだ？素早い攻撃の途中でバスター挟むことで、回避組んだ相手を無理なくサーチで捉えることができ、火力も出せて回避も食えてお得という。バスター2だけサーチだけ。バスター2回使わなきゃだもんね。これが刺さるのがカット合戦の時ですね。カット合戦中は回避で相手の攻撃を避けて、被弾を減らすことと拘束されないことが大事だからな。使いやすいから刺さるわけだね。自衛する時もバスター途中で挟むことで回避されても当てれることもあります。まとめるとクイックとアーツは多分そこまで変わらず、唯一の違いのバスター1は、第3サイリンのサーチがあるのでうまく使っていければなと。もしかしたら、クイックとアーツ、少し性能違うかもだけど、真実の常にバッチリと保険をかけていく。どっちを使うかといえば第3サイリンかなと個人的には思います。バスター1のサーチがなかなか面白い性能してるからな。これを使えば面白いことできそうですからね。さて、お次は足回りですが、まだ正確な結果は分かってませんがシューターとしては早い方かなと。平均ラインだとは思うよ。結果が分かり次第コメント欄に書いておくぜ。最後に宝具について、2.5 秒型の円形宝具でキャス2機と同じ形だと思います。壁貫通はしないと思うよ。性能はというと、自身に人の力を持つ敵オーバーチャージ&中立のサーバント&シャドウサーバント特攻状態10秒。プラス範囲内の敵全体に強力な攻撃です。攻撃前に人特攻かかるのはいいな。中立にも特攻が乗るので宝具1でも火力出るのは嬉しいですね。ちなみに、両方特攻なるのがこの手番。それ以外にもオーキワスト特攻に乗るので火力を補ってくれます。全体宝具持ちには嬉しいな。ではお次にカード選びについて。基本999で良さそうだな。クイックが3枚ないときは 9A9 や 99A など敵にアーツを入れていく感じです。ここまではサイリン共通ですが、第3サイリンに限っては 9B9 や 99B など、敵にバスターを挟むのもおすすめです。回避されても当たるからな。今みたいに怠慢中初手バスターすると避けられるのでご注意を。異能はつかないが採血はつくな。バスターにクリティカルでなくて助かりました。次はおすすめのカード構成だね。クイックが6から8枚、アーツが4から6枚、バスターが3から4枚といった感じですかね。なぎこさん自身は9、2枚、A2 枚でバランスいいから組みやすいな。2番手適性もありそうですからね。その時のサポテなのですが回数回避は4秒しか持続しないのでご注意を。アストラムと同じだね。それでもクリティカル3回 20%20 秒がついてるから数はあるな。どれをつけても嬉しい効果ばかりです。さて後ろの編成だが、2番手におすすめなのはクイック2枚以上で、メイドウルタ、アストルフォはテンプレだな。なぎこさんの1、3スキはクールタイムが意図的に伸ばされて最短で70秒なのですが、メイドウルタのスキル短縮は欠点を補ってくれますね。メイドウルタはほんと万能だな。もう全部あいつ一人でええんちゃうかな。そんなことはありませんが、そして弱点のランサーにメタとして、2番手セイバーにするのもおすすめです。アストルフォはキャラパもサポスキも優秀だしな。他にも沖田さんやエドモン、水着玉もいいですが、ルビジンのサポスキもおすすめです。サポさん好きで自分にクエック 10% と周りにクリティカルバフ 30% 負けるな。特にクリティカルバフを特にするからいいね。そして3番手ですがクイック2枚以上、できれば3枚です。クイック3枚は破産、ファントム、ジャック、グレイだな。3回回避あるからサポ回避どうなんだということと、シューターですがわざわざ強化解除するためには近づくリスクがあるということですね。まあ、回数回避は30秒だからサポ回数回避が腐ることはないと思うぜ。接近するリスクについては場合によってかな。それだけ強化解除が強力ということですね。
ということでまとめに入っていきましょう。スキルが優秀で火力、回数回避、MP 獲得とソース。モーションは高段サバで詰められる特性ですが平均以上あるのでそこそこ優秀です。今のインフレ環境ではちょっと控えめにした感じだな。これで控えめなんだ。水着ジャンルのクイックがえげつないだけかもですが、そして攻撃範囲が長い高火力サバとなっている感じです。そして足回りも悪くなく、魅了耐性 100% とかなり優秀なものを持ってますね。水着卵やファントムの魅了を防げるのはでかいな。あと2番手適性もありそうと。そして、評価としては象の手、または象の中に入ってくるのではと。環境サバには一歩及ばない感じだね。ガチャ引いても後悔はしないと思います。ということでナギコさんこと清少納言のキャラ紹介は以上となります。終わった。神戸はたんまり弾んでもらう気の。さて、今回はここまで。本日もご視聴いただき、ありがとうございました。もしチャンネル登録してくれると、ドレイク、イゾウさん、アストライアを中心に動画を上げていくので、見つけやすくなるぜ。チャンネル登録者1000人目指してるから、チャンネル登録してね。高評価もお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。またねー。